俺呼ばない。え？大きな大きな舞台に立ち、ラックラブ大阪から堂々ランクイン。出会いがあったのかなって思います。このローランドグループのいろんな内情の末、今不安に駆られてるお前ら、登壇した時にちょっとユミさんについて言おうかな。これさ、案内すんのさ、案内すんの早すぎて、なんでこんな早く案内したの？ちょっとビジネスすぎるな。紹介しろって言ってくんない？今年はかなり力入ってるんです。表彰式。2018年第1位ローランドプロデューサーです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに来年はオーケストラ呼ぼうと思ってます。で、再来年は会場、海、豪華客船で、3年後は飛行船貸し切ってやりたい。なるほど、大きいビジョンですね。やっぱりローランドグループだから変わったことやっていきたいですよ、常に。今リハーサルして、でマジで芸能人やっててよかったなと思うのが、もう無限のイベントを裏方含めて、こういろんな動線確認とかしてもらう側じゃないですか。もう結構役立ってる。あ、その経験が。しかも講演会とか無限にやるじゃないですか。だからこう人前で喋る時のこの舞台の動線とか、結構ね。なんか俺芸能人成り立ての時に、上手の方からお願いしますよで、俺上手って何ですかみたいな感じだったんですよ。でなんか裏方が舌打ちで俺らが素人はって言ってたの俺聞こえたんですけど、今同じこと思った彼らに。完璧完璧。花道です。あ、なんか綺麗になってる。汚かったんで。お疲れ様です。あやとさんのスタッフさん。あ、そうです。はい。あ、みんなそれぞれのまだスタッフがいらっしゃるんだ今日。個人で多分今日入ってくると思うんですけど。なるほど。フェイストゥフェイス。どうですか表彰式は。誰よりも派手な格好で今日来たんですよね。そうですね、めっちゃ派手ですよ。相談しないです。相談しません。全然相談しないです。これが4回目って聞いたんですけど、初めてこうやった時にはどう思いました？初めて一般客呼ぶよっていうの。でもなんか緊張とかあれかな、初めての時は新しい試みだなみたいな感じだったかな。今回はそれに配信が入ってきたりとかなんで、なんかまあ新しい付加価値としてなんかこうホスト業界なんかどんどん変わっていくのかなみたいな。今配信とか入ってきたから、そういうのを含めてなんかいろいろ変わっていくんだろうなって。
すみません、皆さんこれは、なんか中継組んでます？あ、そうですね、配信で。いやなんか中継がめちゃくちゃがっつりしててびっくりしました。はい、生配信のレベルじゃないですよ、生放送ですよ、完全に。すごい、何カメですか？6カメ？合計5ですね。わあ。ホストクラブの授賞式生配信とかしたことあるんですか？今回が初めてです。初めてなんだ。やっぱりホストクラブがこれはぶっちゃけ生配信の生中継じゃないですか。生中継ってちょっとすごい異常ですよね。確かになんか初めて聞きますね。初めて聞くんですか、やっぱ。いや僕は今までいわゆるホストクラブの授賞式とか何回もお邪魔したことがあって、まあ基本的に内々でやるパーティーみたいなもんなんで、なので僕もすごく軽い気持ちで一人でカメラ1台で持ってきてるんですよ。なのでこの希望を見てなんかどうしようなって。はじめまして、岩地清香と申します。ローランド署のディレクターのソンと申します。こういうこのホストクラブのイベントの司会はご経験があるんですか？はい、実はちょうど1年前の上半期の表彰式からお世話になってます。あ、そうなんですね。なので4回目。あ、そうなんです。ただ僕だけが初めましてだけなんです。はい。そうなんですね。すごくないこのスタッフ情報見ました？はい、ついてください。見せてください。いやでも皆さんたくさん努力してらっしゃるので、どうやって見つけたの？こんな私が全く知らないのは絶対おかしいと思う。事前に調べてくれたってことですよね。なんかいろんな個人の SNS と YouTube 見させていただいて、元バンドマン、ボクシング、俺の知らないことまで知ってんだよな。個人の YouTube でおっしゃってました。だって徳川の空手5年とか俺初めて知ったもん。ローランドショーは何度も見ていましたし、ああ、そっかそっか。はい、皆さんたくさんいろんな努力の仕方があるんだなっていつも勉強になってます。密かに推しはいるんですね。推し、推し、ロマネさんです。面白いので気になるキャストだなとは思います。そんな現金主義なの？いや違う。こう社長は本当にこう即戦力とか、顔が良くて喋れて、ホストクラブのその組織は多分そういう人だけじゃないと思うんですよ。全員が4番バッターじゃない。本当にこうローランドショーで自分がたまたま言ったことなんですけど、本当にコマみたいな。ちょっとビジネスすぎるなとか。ミトさん、今日はいらっしゃったんですか？そうですね。今日はランキング入ってるから。ランキング入ってる感じで。何して過ごしてたんですか？ずっと引きこもってたですね。本当にずっと引きこもってたですね。だからまあ新しいとこ探さなきゃなとか思いつつ、でも5年間ずっとローランドグループでやってきたから、自分の中でローランドグループの時ぐらい頑張るとこってあるかなと思って。ちなみに他のホストの面談とかは行ってます？行ってないですね。今日以降にしようと思ってて。今日以降行こうと思ってる？そうですね。まあいやだから社長と話すの気まずいなみたいな。なるほど。挨拶はしました？しました。挨拶しちゃった。ローランドさんのあれは反応は？まあ普通じゃないですか。いやそうっすよ。なんか元気だったとか何してたとか聞かれました？そこまで話してないです。そうなんですね。そうっす。はい。今日イブクさん出てるんですね。はい。話しました？喋ってないですよ。はい。喋ってないですよ。ちょっと気まずい。気まずいですね。気まずいです。だから本当に1月31日の締め日で本当に一言も喋ってなくて、で多分 LINE とかもなんかいろんなスタッフから多分たくさん来てるんだろうなと思って、直接喋ったし LINE で言ってもなんか多分気遣うだろうなと思って送ってないですよね。あえてそういう建前の LINE は送ってない。そうですね。
いやまあでもまだ喋ってない分直接喋れない分登壇した時にちょっとユミさんについて言おうかなって、はい、そこ越しでお願いします。キャストの皆さんはちょっとこちらの方に全員荷物などを持ってこちらの方にちょっと待機でお願いします。移動でこちらに来てください。全員ですね。普通に1時間も同じ空間でお客さんいるから窓見するからこっちのバックヤードの方これさ案内するのさ案内するの早すぎてなんでこんな早く案内したの？分かんないです。1分か3時に案内開始っていうもう言っちゃってんだ。だったら同じ空間にこんなスタッフいたら特別感が何もねえんだからもうすぐ避けないとダメ。まあ全員待機させよう。待機場所はどうですか？待機場所も後ろですよ。こんな早く入れると思わなかった。いや普通にお客様を入れるの早すぎたからちょっと上がで、まあ、同じ空間に1時間もいたら間延びしちゃうからまあこんな1時間も早くね入れることある。ちなみに1時間早く入れるんで1万人以上規模のライブにもう俺ら BTS 俺が今日こちらにはどういった経由でいらっしゃったんですか？私は生ホストさん見るの初めてで今日、ユナ君の配信とかを見てていつ見たいなと思ってで最後じゃないですか、なのでちょっと来てみたら当たっちゃったから来ました画面上にいる人を生で見る感覚。そうなんか芸能人に会いに来た感じ。2人は友人です。親子です。親子でいらっしゃったんですか？ちなみにお二方でどなたが先に移行になったんですか？一番最初にルーランドションの母親で、あ、そうなんですね。私もハマってで配信とか見てたらすごい皆さん素敵だったんで行こうっていうのは私が言いました。実際ホストクラブにも一度も行ったことない。行ってないんだ。お母さんももちろん行ってない。もちろん行ってないです。それは何？行こうとは思わないですか？やっぱりそうなかなか敷居がね高いですよね。だから少しちょっと気分を味わいにいや普通に男性客いらっしゃったのがちょっと。そうですよね。はい。検診パパです。え？検診パパ。あ、そう。いつもありがとうございます。いろいろさせて。息子をお祝いに来たっていう感じ。まあそうです。息子さんは辞められたのはご存知ですか？はい、じゃあ息子さんがまたホストを辞めるって聞いた時はどうでした？できないから辞めるじゃなくて、次の目標があってキャリアっていう意味で、だから、なんか卒業みたいな感じで、はい。今もう舞台裏いるから始めちゃっていいよ。はい。ローランドグループ2024年年間売上ランキングトップ10を発表させていただきます。電話スクリーンにご注目ください。俺呼ばないの？俺呼ばないの？ローランドグループ年間売上ランキングまあいいや。
まあいいや。ザ・クラブ大阪ノーフ主任。俺のさ、インタビュアーの紹介しろって言ってくんない？はい、皆さんお待たせいたしました。ローランでございます。まずですね、皆さん今日本当に来てくれてありがとうございます。そして、ノア君もおめでとうございます。結構たくさんの方が、まず現場には100名の方来てくださってますけども、1500人プラス100人の美男美女が来てくださってます。多分どっかに謙信のパパママもいるんでしょう。そんな中、じゃあノア君の素敵なスピーチよろしくお願いします。未経験で唯一、この年間ランキング、年間ランカーっていうところにね入らせていただけたのも、このローランドグループだったからこそ素敵なねお姫様との出会いや、リスナー様との出会い、そしてねこうやってご来場くださった皆様との、出会いがあったのかなって思います。いやすごいですね。シンプルになんか1年目で入るって本当に多分才能ないと無理なんで、僕はもう普通にただ指くわえて見てる側だったんで、本当にシンプルにすごいなと思います。ローランドグループ年間売上ランキング第9位ザ・クラブ本店古澤謙信主任、おめでとうございます。皆さんの幸せとこのローランドグループの発展と、そして僕の門出をお祝いしまして、長渕剛さんの「乾杯」というね歌を一緒に歌いたいと思います。ギターお願いします。いやまさかの、楽曲の披露ということで、じゃあ皆さんすいません、本当ナンバー9なのに本当すいません、ごめんなさい。長渕剛さんの何ですか？ラストなので、はい。そしてあれですよね、謙信のね親御さんも来てくださっているということで、本当にほんわかとした空気になっております。はい、それでは皆さん聞いてください。長渕剛で乾杯。乾杯、今君は人生の大きな舞台に立ち、遥か長い道のを歩き始めた君に。ローランドグループ年間売上ランキング第8位ザ・クラブ本店東坂凛主任。唯一の同期である、水木壮太支配人、ホストを始めた日は同じで、誕生日も1個違いなんですけど、本当に一回り二回り先に、ステージに、行かれて、本当に、悔しい気持ちが今すごい、あるので、今年はそんな唯一の同期の水木壮太支配人に、勝ってそれを超える男になります。以上です。話題の新店ザ・クラブ大阪から堂々ランクイン。はい、ホストやめます。年内でホストしたい、この業界自体から退きます。一旦理由は言えません、ごめんなさい。理由はあんまり詳しくは言えないです。このローランドグループのいろんな内情の末、今不安に駆られてるお前ら、マジでもっと自分たちがこれから変えていくんだと自信満々な顔をして、大船に乗ったつもりではなく、こいつらを大船に乗らせるというつもりで、自分たちの手でその大船を作っていってほしいなと思います。ローランドグループ年間売上ランキング第4位ザ・シック水木壮太支配人。恩返しも込めて現在リニューアル中のザ・シックの立て直しに誰よりも力を入れています。今日、ゆぶかさん来てるんですね。はい。話しました。喋ってないですよ。はい。まだ喋ってない分、直接喋れない分、登壇した時にちょっとユミさんについて言おうかなと思って。